フリーアトリエセイへようこそ、セイです。今回ご紹介するのは世界史漫画4000。今回紹介する作品はすべて綿密な下調べがされているものばかりです。そのため絵やセリフ、物語の設定などから当時の人々がどのような価値観を持ち、どのように暮らしていたのかが伝わってきます。もちろん漫画のため創作部分も存在しますが、歴史上の人物がたくさん登場するため、過去に歴史の勉強で挫折した方にも、今勉強に苦しんでいる方にもおすすめな作品ばかりです。素晴らしい先生方が難しい歴史をエンターテインメント作品に仕上げてくださっています。ただ一つ注意点があります。今回紹介する4作は全て青年漫画に分類されます。そのため少年漫画と比較するとグロテスクなシーンが多いです。あまり青年漫画は読んだことないよという方はご注意ください。それではあらすじやおすすめポイントとともに紹介していきます。1作目はキングダム。漫画家は原康久先生です。出版社は集英社で、最新75巻は数日後の2025年3月18日に刊行予定です。2012年に初めてアニメ化し、2025年4月時点で第5シリーズまで放送中です。また2019年には初めて実写映画化し、2024年のシリーズ第4作大将軍の帰還をもって映画シリーズは完結しました。大将軍の帰還は私も2回見に行きました。そして2回とも同じところで泣きました。ずるいです。あれは大将軍の帰還という文字が出てくるタイミングが完璧すぎてもう言葉になりませんでした。各種配信サイトでアニメも映画も視聴可能なため、今回の紹介を聞いて気になった方は漫画と合わせてぜひご覧ください。あらすじです。本作は後に始皇帝となる秦王衛星と彼の下で天下の大将軍になることを目指す主人公秦の物語です。キングダム第1巻は紀元前245年から始まります。三国志の時代よりもはるかに古い春秋戦国時代、漢、魏、趙、蘇、燕、西、秦などの国々が覇権を狙い、500年間にわたり戦争を繰り返していた時代です。日本でいうと弥生時代の頃ですね。主人公の秦は中華の最西の国秦で暮らす戦争孤児です。主人公も国名も秦と読むからややこしいんやけど、漢字は違います。主人公は信じるの秦、国名はシンガーソングライターの畑本博さんの秦です。戦争孤児だった秦は下僕の扱いを受けながらも幼なじみのヒョウと共に毎日剣の腕を鍛えていました。二人の夢はいつか戦に出て武功を挙げ、中華全土に響き渡る天下最強の大将軍になること。そんな二人の前にある日突然身なりのいい男が現れます。それは秦王衛星の教育係をしている昌文君。彼は王帝の反乱から衛星を救うため、王により2つの兵を影武者として雇いに来たのです。その後ある出来事をきっかけに秦もまた衛星に力を貸すことになるというお話です。おすすめポイントは3点。1つ目は秦と衛星の絆です。最初は平民ですらない下僕の秦と王である衛星、あまりにも身分が異なり、公式な場では言葉を交わすことも難しい2人ですが、彼らには確かな絆があります。それは1巻から5巻の王帝反乱編で命の危機を共に乗り越えた戦友だからです。その後は秦は戦場へ、衛星は王宮へ。戦う場所は違えど互いの夢、天下の大将軍と中華統一のために2人は共闘していきます。古代中国という厳格な身分社会の中で王と元下僕が陰で信じ合う戦友であるという関係性がたまらなく熱いです。2つ目のおすすめポイントは史実にのっとっている点です。衛星は第1巻の紀元前245年から24年後の紀元前221年に中華統一を果たし、史上初の皇帝、始皇帝となります。これは史実であり、物語の結末はもう決まってると言えるよね。本作はその24年という長くもあり短くもある年月の中で、当時の人々がどう生き、どう戦い、どう歴史を作っていったのかが描かれる壮大な作品です。本作の主要登場人物は式に登場する実際の人物がモデルとなっています。あまりにも古い時代のため資料が残っていない部分に関しては原先生の想像力で補っていますが、基本的には史実に忠実です。だからこそリアリティがあり、歴史を追体験できる魅力があります。最後3つ目のおすすめポイントは熱い展開とキャラクターたちです。本作はとにかく熱量の高い作品です。
主人公のシン自身がとにかく全身あるのみ、壁があるなら突き破ってでも進めというような熱い男。そんなシンの人柄に惚れて個性豊かな仲間たちが集まってきます。戦国時代ですから当然仲間との別れもたくさんあります。それはシンに近しい人も例外ではありません。ただ原先生は物語上どうしても別れなければならないキャラクターが現れた時、一人一人丁寧に描いています。原先生自身、キャラクターへの感情移入が大きいそうで、時には涙ながらに書いているそうです。その作者の思いが読者まで伝わり、大きな感動を生んでいるのかもしれません。三民族の末裔である下流帝や伝説の四角一族の教会、真の目標となる王毅大将軍、山の民の王ルータンワなど、魅力的なキャラクターがたくさん登場するキングダム。秦国だけでなく敵国の武将たちも含め、多様な背景を持ったキャラクターたちが織りなす人間ドラマが心を打ちます。熱いエンターテインメントでありながら、古代中国史を学べる名作です。2作目はフィンランドサガ。漫画家は雪村誠先生です。出版社は講談社で、2025年3月時点で28巻まで刊行されています。2019年からアニメ化もされており、2025年3月時点で原作1から8巻に該当する第1シーズンと8から15巻に該当する第2シーズンまで放送されています。あらすじです。本作はバイキングたちの物語です。バイキングとは、バイキング時代と呼ばれる西暦8世紀後半から約300年の間に、西ヨーロッパ沿海部を侵略した北欧の武装集団のことです。最強民族のバイキングの中でも最強と謳われた伝説の戦士が授かった息子が本作の主人公トルフィンです。このトルフィンが父親を殺害した男に復讐する話です。しかし単なる復讐劇で終わらないのが本作の特徴です。おすすめポイントで詳しく説明しますね。おすすめポイントは3点。1つ目は復讐だけで終わらない点です。本作は大きく分けて2部に分かれています。第1部はアニメの第1期にあたる1から8巻。父親を殺害した男に復讐するため、戦士として生きる少年時代の物語です。第2部はアニメの第2期以降にあたる8巻以降で、復讐相手を失い、生きる意味をなくしたトルフィンが、戦争も奴隷もない平和な国を作るため、フィンランドという地を目指す成人後の物語です。フィンランドは北アメリカ大陸にあったとされるバイキングの入植地の一つです。タイトルについて、フィンランドはその北アメリカ大陸の地で、サガは物語っていう意味なんよね。つまり、フィンランドサガはフィンランドの物語という意味になります。このタイトルから考えると、第1部が序章、第2部が本当に描きたかった本作の中心と言えるでしょう。第1部も序章と呼ぶには濃厚すぎるんやけどね。復讐するため少年が旅に出るみたいな話はよくありますが、その後を描いているところが魅力的です。2つ目のおすすめポイントは綿密な歴史交渉です。第1部は11世紀のデンマーク王によるイングランド襲撃など史実に基づいた展開で勉強になります。キャラクターもクヌート王やレイフ、エリクソンなど実在した人物をベースにしているよね。雪村先生の描く人物や建物、船、武器などはとても写実的で、当時の文化や生活が細部まで伝わってきます。また、バイキング時代の社会構造や価値観もしっかりと描かれています。武勇と富こそ男の価値、戦わない奴は臆病者というバイキング社会の常識を明確に読者に伝えているからこそ、トルフィンが模索する新しい生き方にも説得力があります。最後3つ目のおすすめポイントは心理描写の深さです。第1部で犯した人殺しの罪に苦しむトルフィンは、第2部になっても寝るたびに自分が手にかけた人たちの怨霊が夢に現れ、虚され続けています。奴隷身分まで落ちて農場で働くトルフィンの姿は、第1部の探検を手に戦いに明け暮れていた姿とは全く違います。無気力の状態から心の傷を癒し、本当の強さを見つけていく過程がとても繊細に描かれているよね。主人公最強、チート、無敵な漫画も読んでてスカッとするから嫌いじゃないですが、フィンランドサガの一見地味だけど真の強さを追求するトルフィンの姿を見守りたくなる、そんな作品です。3作目は地球の運動について。漫画家はウォート先生です。出版社は小学館で8巻で完結済みです。漫画は2022年に完結しましたが、その後2024年にアニメ化しました。
この動画は2025年3月15日の22時頃に公開しましたが、アニメの最終25話はその約2時間後、15日の23時45分に放送されます。原作未読勢の方々はきっと心待ちにしていることだろうと思います。あらすじです。本作は15世紀のヨーロッパを舞台にした地動説に関する物語です。地動説とは太陽を中心に地球が回っているという説です。何よ当たり前なことをって思うかもしれんけど、当時は天動説という太陽ではなく地球が全惑星の中心にあるという説が宗教的にも科学的にも正しいとされていました。そんな中、地動説を唱えた天文学者たちが異端の烙印を押され命を落としながらも研究を受け継いでいく壮絶な姿が描かれていきます。おすすめポイントは4点。1つ目は主人公がどんどん変わる独特な構造です。本作では地動説を唱えた者たちが異端審問により次々と処刑されていきます。しかし彼らの意志はまるで松明のように次の世代へと受け継がれていくよね。ある研究者が命を落としてもその次の世代が命の危険を顧みず地動説の研究を続けていく。人生をかけて追い求めるべき真実とは何か、知を未来へつなぐ意味とは何かといった疑問を読者に問いかける構成になっています。2つ目のおすすめポイントはフィクションと史実の融合です。実際の歴史では地動説が異端思想という考え方や地動説に対するキリスト教による迫害はなかったと言われています。地動説を唱えたコペルニクスも聖職者の理解を与えられていたりと、むしろ教会と密接に関わっていた人でした。本作では最終章以外ポーランドを P 国、キリスト教を C 教と記していて、他の世界史漫画に比べても特にフィクション性が強い作品です。だからあくまで創作フィクションではあるんやけど、神の創造した完璧な宇宙という世界観から観測と実験に基づく科学へと移り変わる中世ヨーロッパの激動の時代を見事に表現しています。それに歴史は勝者や権力者たちの物語、資料が残っていないからといって歴史の闇に葬り去られた過去がないとも限らんよね。3つ目のおすすめポイントは美しい表現力です。作中で印象的なのは登場人物たちの目の描写。夜空を見上げ星々を観測する天文学者たちの瞳がとても美しく描かれています。白黒漫画なのにその瞳から情熱が伝わってくるような読者の心を揺さぶる迫力があるんよね。最後4つ目のおすすめポイントはタイトルの意味です。タイトルの地には3つの意味が込められています。大地の地、知の地、知識の地。先に知性と暴力をテーマにした漫画を描くことを決めていた大戸先生。その後、地動説という題材を見つけて、タイトルは地しかないとなったそうです。大地は動いている。そう信じた人々が血を流すことも厭わず、死を追い求め続けた物語。読み終わった後、あなたもきっと夜空を見上げたくなる。そんな世界史漫画の傑作です。4作目はヒストリエ。漫画家は岩木仁先生です。出版社は講談社で、2025年3月時点で12巻まで刊行されています。本作をおすすめするかは正直悩みました。というのも、最新巻が出るまでに数年を要する作品だからです。最新の第12巻は2024年6月21日に発売されたんやけど、なんとこれが5年ぶりの刊行でした。また雑誌連載も2025年3月現在長期休載中となっています。2025年7月には65歳になられる岩木先生。利き腕の麻痺や目の霞などの健康上の問題を抱えており、一生懸命書かれてはいるものの、なかなか若い頃と同じペースで書くことが難しい状況のようです。ただ本作は大ヒットした寄生獣よりも前、さらに言えばデビュー前から温めていた作品だそうで、その面白さは間違いありません。12巻までの内容でも十分古代ギリシアの魅力を味わうことができるので、最新巻を待つ覚悟があるから読んでみたいという方はぜひあらすじとおすすめポイントを聞いていってください。あらすじです。ヒストリエ第1巻は紀元前343年から始まります。キングダムの100年ほど前のお話やね。舞台は古代ギリシア。あなたはアレクサンドロス大王、別名アレクサンダー大王はご存知でしょうか。本作はマケドニア王国のアレクサンドロス大王に仕えた書記官エウメネスの一生を描いた物語です。おすすめポイントは3点。1つ目は魅力的な主人公です。
主人公エウメネスは豊かな教養を持った青年です。幼い頃から神童と言われていて、運動神経も高く手先も器用、言うことなしのチート級の能力を持っている人なんやけど、その出自がスキタイ人だったということで、一度奴隷身分に落ちてしまいます。エウメネスがスキタイ人で奴隷だったというのは本作の創作設定で、実際にはエウメネスが書記官になる前の暮らしはよくわかっていません。物語では一度奴隷身分に落ちたものの、その高い能力を使って這い上がり、最終的にアレクサンドロス大王の書記官まで上り詰めるというサクセスストーリーとなっています。特に魅力的なのがエウメネスのひょうひょうとした性格です。どんな窮地に立たされても冷静さを失わず、持ち前の聡明さで周囲を驚かせる。そんな一風変わった主人公だからこそ、古代ギリシアの激動の時代を生き抜く姿に引き込まれるんよね。2つ目のおすすめポイントは歴史交渉の緻密さです。アレクサンドロス大王をはじめ哲学者のアリストテレスやマケドニア王国の国王フィリッポス2世など歴史上の実在した人物が多数登場します。ヒストリエは歴史交渉が非常に緻密で、古代ギリシアの建築物や衣装、生活様式や制度などを克明に再現しています。また、民族の違いから生まれる文化的衝突やアイデンティティの問題も巧みに描かれており、まるでタイムスリップしたかのような感覚を味わえます。最後3つ目のおすすめポイントは人間ドラマと心理描写です。本作では権力者から奴隷まで様々な立場の人々の思惑や感情、生き様が繊細に描かれています。あくまで視点はエウメネスですが、満足と呼ばれる人々や力を持たない奴隷たちの感情も彼らの表情や身振りによってしっかりと伝わってくるよね。歴史上の出来事が単なる事実の羅列ではなく、様々な人間の織りなすドラマとして描かれることで、2000年以上前の世界が現代の私たちにも強く共感できるものとなっています。世界史の授業で覚えられなかったカタカナの名前も、この漫画を読むと自然と頭に入ってくるのは、キャラクターとして魅力的に描かれているからやね。ギリシャ神話の登場人物、オデュッセウスの英雄譚に、エウメネスが憧れているという設定も個人的に好きです。何千年も前の人たちも物語に心を動かされていたんやなって親近感を覚えるから、なんとか完結していただきたいけど中途半端に終わってほしくもないというジレンマがある本作。古代ギリシアのことを知るにはうってつけの作品のため、ぜひたくさんの方に手に取っていただきたいです。以上、世界史漫画4選でした。気になった作品はありましたか？これが気になったよとか、読んだことがあるよなど感想があればコメントいただけると嬉しいです。概要欄には各作品の購入リンクも用意しているので、興味を持った作品があればチェックしてみてください。この動画が良かったなと思う方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。